ニューヨークで僕、ショートムービショートムービーを撮ろうと思ってます。は25分のね、ドキュメンタリーを撮ろうと思ってますね。今日はですね、はい始まり方、はいいつもお父さんとか、はるさんっていうなんかちょっとね、テーマが決まってて、はいご相談から始まるんですけど、たまにはフリートークではい。いいかなと思って、今日は収録してるのが12日か。 2月の12日でございます。 2月のね、8日まで僕ニューヨークにいたんですよ。はいアメリカの方にね、米国に行ってまいりました。で、そこでいろいろとね、打ち合わせをしてきたんですが、実はそれ何のために行ったかというと、もともと2018年からあった計画で、コロナがあったりいろんなことがあって、止まってたことがあって、もう一回行き直したんですけども、それが何かというと、実は、ニューヨークで僕、ショートムービショートムービーを撮ろうと思ってます。はい25分のね、ドキュメンタリーを撮ろうと思ってますね。ずっとね、言ってますよね。ー。はい。なんでかっていうと、映画は、そもそも昔から興味があって、というのは、10代の時に音楽をやろうと思って、日本本土に来ました、沖縄から。その後、1年、2年ぐらいで挫折して、一回自分で海外事業とか、いろいろなそのビジネスを始めて生活を立てようとしたの。で、中国は沖縄と近いから、話が噛み合いやすかったし、あ、お前沖縄なんだなっていう感じで仲良くしてくれて、で、やりやすかったんだけど、ぶっちゃけその英語っていうところが、学校の勉強はしてましたけど、全然まずついていけなくて、スピードが速すぎて、何を言ってるかわからない。その時印象ね、もごもごもごって向こうの言葉が中にくぐもって聞こえるから、英語の発音が全くわからない。早い上で。で、一生懸命自分はこうだこうだっていう話をするんだけど、伝わらないし、つい日本的な忖度で、相手に合わせて、あーとか言って、どうって言ったら、とかっていうふうにやったら、お前その考え方はダメだよ。すごく言われたの。仕事する上でお前の考えが見えないから、お前と組めないとかって言われて、で、仲良くなった人にそうじゃダメなんだよ。もうちょっとその自分の考え方とかを主張するのはこの国だから、今みたいなそういう自分の気持ちを言わないっていうのは遠慮して、ダメだよって言われて、一生懸命英語の勉強してやるんだけど、難しいなと思ったの。全然そこに住んでるわけでもないし、そもそもお前誰だよ。あ、アジア人か。沖縄なんだ。沖縄ってどういうところなのわかんないってなっちゃうから、まあ、5分でもいいので、自分の紹介 VTR を撮って見せようと思ったの。それが何歳ぐらいの時21。おー。仕事のためによ。で、顔撮られるのとか、苦手な人なので、昔からそうです。そうね。写真とか撮るの大嫌いなんで。シャイだったから。シャイさんだったので、自分の写り方すごく気にする人だったので、意外と今思えばね。で、向こうのこんなでっかい、こんな8ミリの、あの時代はね。あの時代のパコパコのやつで撮ってもらって、一生懸命自分で自分の説明をして、日本語で喋ってたのを英文にしてもらって、5分の紹介ビデオを作ってもらって、ビジネスの先に配ったの。そしたら、わかるよって。そういうことなんだ。あ、OK、じゃあ君と仕事するとかっていうふうに仕事が進んでったのを見たとき、驚愕したのよ。あ、そうかって宣伝ビデオプロモーションビデオがないとダメなんだ、俺たちは。そのぐらい違う極東の国から来てて、文化が違うから、お前誰だから始まると。で、誰だって言われた時にはすごく冷たいイメージもあったし、疎外感じゃないけど、いや、なんか入れないなと思ってたのが、たった5分の映像で相手が受け入れてくれて、肩も組んでくれて、いや、そんなとこが来たんなら頑張ろうぜってやってくれたのを見て、映像大事と思ったの。そっから20分でも1時間でもいいから自分を紹介するそのビデオを撮って、僕だけじゃなくて自分だけじゃなくて沖縄の人も分かってもらおう。本土の人も分かってもらえるんじゃないかなってことを思って、その当時ね、アメリカ、ポートランドとか、ニューヨークもそうですし、仕事をしていて、結構稼いだのよ。で、1億円ぐらいの現金があったの。すごいね。21歳どこの21歳だね。でもすごく運が良かったのね。で、その1億円を使って何をしたかというと、日本に戻ってきて、映画を撮るための機材を全部買ったのよ。カメラも何台も買って、ベータカムっていう昔あったソニーの、そういう編集機も買って、編集機昔高かったから、
それも全部買って、昔はブルーバックだから、ブルーバックでちゃんと合わせてホワイトバランスを取ってっていう小さいカメラも全部買って、それで映画が撮れるシステムを、まあ1億円はかからなかったけど、まあ5、6千万かけて作ったんですよ。で、自分は映画撮れないから、映画監督にお願いして、無料で使っていいので、みんなで気軽に映画を撮れるような団体作りませんかってことで、自分で発足したわけ？発足したんです。すごいね。僕の機材を使ってくださいって言って。で、見たでしょ一応。残骸は。残骸は見ました。本当まさに残骸はでもいっぱいあったじゃん。ありました。その機材をもうみんなで代わり番号に使っているときに、ちょうど、QAB が入ってきて沖縄の方に、うちの方にベータカムと高速機器があることを知ってたから、貸してくださいってなって、借りに来てたの。で、俺たちレンタルしてたんだけど、毎回来るたびに最終的に制作やりませんかって言われて、制作って何ですかって聞いたら、いやいや、制作会社が必要なんだけど、オタク監督のもの持ってるから、うちからディレクターとかカメラマン回すんで、一緒にやりませんかって言われて、テレビ局が映像作るんじゃないんですかって聞いたら、まあ制作会社がほとんど作るので、やりませんかって言われて、まあ制作会社はわかんないけど、一応じゃあ機材貸しますと。で、貸しているうちに、沖縄の企業の人たちもスポンサーもみんな付き合いあるから、じゃあ原さん CM 作ってよってことから、沖縄の CM いっぱい作り始めた。ねえ、そういうこと一応知り合う前やってたらしいよ、お父さん。で、今ある沖縄の CM 制作会社とか、今の警備とかの制作会社の元は全部俺が作った。俺が作ったって言い方あれだけど、まあカメラの機材を全部買って、まあまあまあね、でも会社の株式が残ってるので、最終的に自分が辞めるときに全部株式を譲渡して辞めたんだけども、今の一応放送業界のもと自分が作ったんです。走りは春さんだったと。ただ映画を撮るってすごい難しいなと思ったのは、すごく時間がかかることと、スタッフが多いことと、今みたいに映画機材が当時は安くないんですよ。っていうのは、カメラとかはいいとしても、例えばカメラを横にギューって動かそうとすると、レール引くじゃないですか。今ってね、簡易的に組み立ててポッポッポって作れるらしいのよ。俺たちの時はレールまんま買わないといけないし、で、それぐーって引っ張っていってって、綺麗に並行していくとか、揺れないとか、今横のブレも全部ね、できるじゃん。俺たちの時は、本当にそれこそ、事務机の椅子に、こうカメラマン乗っけて、椅子こうやって引っ張ってこう入れて、映したりとか、台車を作って、カメラマンこういう風にして、紐で引っ張ってバーンってやったりとか。基本人力な。全部人力なの。本当に人力で映画を撮ったね。それでいくつか、5本、6本ぐらい撮った映画を、喫茶店とかの小さい、まあ、ちゃんとしたシネマスクリーン買うんだけど、銀のね、高いのよ。あれを買って、映画館の大きさじゃなくて、本当に、普通の、なんか、シアターみたいな家で見れるものを貼って、喫茶店でみんなで見るっていうのをやってた。ミニシアターみたいな。ミニシアター、まさにミニシアターやってたの。だから、それによってたくさんの今につながる監督たちも実はいたしね。そういうこともやってきてたので、映画はすごく興味があったの。じゃあ、ずっと昔からやりたいっていうのはあったんだ。あった。けど、自分にはそういう才能もないから、でもそうは言いつつも機材があるから、まあ、いわゆる結婚式場の、その結婚の映像を撮り始めて、で、それだけでは食べれないから、どうしようってなった時に、赤ちゃんが生まれた時に、一番最初に産湯に浸かるじゃない、それを映像で撮って、で、お母さんが初めて抱っこするシーンまで撮って、まあ、上村病院っていう病院だったけども、退院するときにそのビデオをプレゼントするっていう企画を思いついて、素敵だね。そう、やったはいいがって言ってました。やったはいいんですけど、子供が生まれるのが夜中なんですよ。そうそう、多いんだって、確率が。じゃあ夜中に取りに行かないといけない。あの時ポケベルだから、寝てるじゃん。もうなるだけ、もう生まれるよって言って。で、あの当時子供が生まれたら、こんにちは、赤ちゃんって流れたから、もうエレベーターで走ってる時になるわけ、これ。間に合わなかった。で、こんな格好おかしいけど、普段着でいけないので、ちゃんとスーツに着替えて、業者だから一応、ちゃんとやらなきゃいけないから、ネクタイも締めていくんで、消防署の人みたいに準備してて、っていうことをやったりとか、あとは海外に皆さんツアー行かれるじゃない？そこについてって、皆さんの映像を全部撮って、それを、帰ってくるときに、全部編集して、1万円で思い出ビデオで販売したりとか。でも、
時代だよね。今なんてスマホ1個あれば、うん自分でできちゃうものが、そうなの。専門の業者さんを入れないと。まさにね、多無分、理だったあの当時使ってた2000万ぐらいの機材、うん、 iPhone でできます。ねびっくりする。そういうことだよすごい時代だね。ね。びっくりした。本当に。だってたかだか20年、30年前の話でしょ？スイッチャーっていうもの自体が、うんもうすでに50万、60万とかしてた。うんファイナルカットプロっていうはい Mac で使えるソフトがあるんだけども、それが出てきた瞬間に値段が一気に、多分オーバーじゃなくて50分の1ぐらいになった。 50分の1。うん。その後ファイナルカットプロ以降ももっと使いやすいうん、いろソフトんながいっぱい出てきて、もっともっと素人の人ができるようになった。うんそしたら、もうこれは俺とは関係ないなと思ってたの。でも、2017年に一度、翔子さんとね、ニューヨークに行こうかっていうことで、渡米して、俺ももう何十年ぶりかに、翔子さんとニューヨーク行ってドキドキしながら、イエローキャブに乗って、翔子さんと、俺も昔ニューヨークにいたんだよとか言いながら、じゃああなたニューヨーク連れてって、じゃあ行こうかとか言って夜行って、で、キラキラするところ見て、あれがタイムズスクエアだね、きっと。タイムズスクエアも行ったことなかったの。30年前は。もうポートランドとか、ああいうとこしか行ってないから、マンハッタンの真ん中なんか行ってないんだよ。あれがきっとタイムズスクエアだよ。なんかショック光ってる。私たちとうとうタイムズスクエアに来たんだね、とか言って、バーって写真とか撮ってたのよ。裏側でなんか、海外するんだと思って裏側に回ったら、そこがタイムズスクエアだ。一個もう、ワンブロック前のストリートで二人して、タイムズスクエアウェーって二人でやってたら、本物はその全然違うワンブロック隣でしたっていう、もうちょっとね、惜しかった。青い時代の。でも、その時に見た、まあ、あそこっていわゆる宣伝文化じゃないですか。いわゆるその屋内ね、液晶の、あれ見た時にものすごく感動して、たまたま僕らが行った時にソフトバンクが、すべての看板を買って、ジャックされてたよね。全部ジャックして全部ブルーだったんです。そうだね。これ見た時に世界ってすごいと思って、いや、ここでもう一回やりたいなって30年ぶりに、ショコさんもあれだし、姉さんあの時高校生だったけど、姉さんもやがて大人になるから、いずれで、ね、一緒にやることになるから、ニューヨークに足がかりが欲しいよねっていうことで、ニューヨークの沖縄県人会に連絡をして、陽子さんっていう人に来てもらったんですよ。で、陽子さんと会うんだけど、沖縄の人ってちょっと緩いから、ずっとカラオケを歌うのを付き合わされて、セカンドメニューで。で、3日目に、陽子さん、もう歌いいから、誰か紹介してくださいって言って、あんたたちには紹介したくないんだけど、ちょっと悪い人なんだけど、だけど強い人がいて、悪くてもいいから紹介してくださいって言って、紹介してもらったのが、元ニューヨークの伊藤忠の社長。で、大和柏山の社長もしてる、轟さんって人を紹介してもらった。会った瞬間に、セッタで、人名で、エーターベニューを歩いてくるのよ、スキンヘッドでこうやって。これは絶対危ない人だって思う感じ。で、こっちはこっちで何人かで、もう、その後また戻ってまたニューヨーク来てるから、メンバーも連れてって、待ち構えてるじゃん。そしたらもう、轟さん来て、おうとか言って、椅子にバンと座ったのよ。で、誰もあの人のそばに座りたがらないから、俺近くに行って、轟さんよろしくお願いしますって座ったら、轟さんが座った瞬間に、ほーってなって、君には何かパワーを感じるって急に言い出して、なんか押せが止まらない、押せが止まらないとか言い出して。で、あなたは何か持ってるから、沖縄とニューヨークをつなぐ仕事をしてください。私は、幸いここで日系の社長をいっぱいしてたんで、顔があるんで、私の力を使っていいのでっていうところから始まったんです。そうでした。30年前を思い出して、もう一回じゃあ映像を、なんかこう使ってね、できないかなっていう話をしてたら、そこでいろいろそこのやってるラッパーの浩平くんとか、個人でも映画祭を向こうはできるので、それを頑張ってる河野さん夫妻とか、もともと向こうで頑張ってるアキくんとか、ああいう人たちを全部集めてくれて、みんなでじゃあハルさん沖縄から来てるし、沖縄と日本っていうのは勘違いされてるから、ハルさんが昔撮って理解してもらったようなドキュメント、ムービー作ろうよ。それをショートフィルムとして、ニューヨークで、映画祭に出品しようよっていう話から2017年に始まりましたね。で、どうせ撮るんなら、アクターだしミュージシャンだから、歌ってるシーンも撮った方がいいよねっていうところから、2018年の6月2日にパークアベニューのグランドセントラルの前の、ブロックをわざわざお金を出して買って、コンサートやってましたね。トレーラーを入れて、で、そんだけじゃ絵がもったいないから、
ニュージャージー、アイオワ、ノースキャロライナ、マンハッタンも含めて、コンサートツアーを全部ジャパンフェスで組んで、それも映像で追っかけていって、最終的にそこで歌って、あの当時トランプ大統領だったので、後ろの方に液晶の大きい画面も入れて、トランプお前はどうしようもねえなっていう歌をそこで歌いながら、英語で出すっていうパフォーマンスも作ってやったんですよ。だけど、直前になった轟さんが2018年の時に、ごめん、ちょっと今映画やるのは、自分の方がちょっとタイミング悪いから、今回はごめんってなって、映画を撮らずに、コンサートだけやって終わっちゃった。そういう流れがあったんです。そういうことだったまあ、アメリカ人だからね、みんな適当だったからね。まあ、日本人だけど、もう在住が長いから、もう完璧、中身はもうアメリカ人になっちゃってるだって、浩平君が全米で人気があるからってことで、浩平君と今活躍中のティアちゃん、ゴスペルシンガーの、ソニーの、彼女とも一緒に回りましたけど、浩平君もティアちゃんも適当で、じゃあ最初に、じゃあ、ノースキャロライナ行きました。そこでパフォーマンスをしました。次、ニュージャージーに行きました。パフォーマンスをしました。次、アイオワに移るときに、ごめん、ハルさん。ミネアポリスでコンサート入っちゃったから、俺たち行けなくなっちゃった。ハルさんだけ行ってきてってなったの。誰もいないの？誰も行かない。多分大丈夫だと思う。向こうに日本人いないけど多分大丈夫だと思う。それで行ってみたら、本当に日本人一人もいないの。お父さんと私しかいなかった。お父さんと私しかいない。お父さんと私しかいない。俺も折れちゃって、これ無理でしょ。2万人いるのよ。お客さんも。で、センターステージがあって、そこでやるって、無理でしょって。もう、折れて、あーってやってたら、翔子さんが落ち込んでる女の子に来て肩叩いて、大丈夫？私も出てあげるから頑張ろうよって言ってくれたのよ。それが始まりよ。由意がある。こういう始まりだったんですちょうどその時に水野さんも一緒にカメラマンで来てたので、ココラさんと水野さんも来ていたので、家族で旅行しながら、じゃあ水野さんも出るってなって、じゃあ両サイド出るならいいよねっていうところから、でも服がないね、どうしよう。明日、ショーだけどどうしよう。じゃあ今からモールに買いに行こう。で、みんなでモールに買いに行って、二人の衣装を買って、モールの駐車場でみんなで踊りの練習をして、なんとかなるんじゃないみたいな。で、翌日行ったら、すごい数のやっぱり人がいて、運がいいのか悪いのか、私アコースティックギター一本だったから、線が繋がってて、センターステージに走れないのよ。そしたら翔子さんと水野さんがセンターステージからずっと走ってって、前でわーっと盛り上げちゃって、勝ち走りもするわけ。そしたらアメリカ人たちはその空手の形に見えるみたいでかっこいいってなって、真似してみんなでわーってやってて、最後は翔子さんがものすごく盛り上がって、天気はいいわーって言って、叫んで俺は後ろでバンドバックメンバーになって繋がれちゃってね。動けないギから。ターのひどいよね。そうアップに繋がれちゃって。そう。私たちは放たれた、なんか野に放たれた、野生児に変身して。で、その後から、まあいろいろなんとかパフォーマンスとかショーさせてもらったんだけども、コロナになっちゃったのね。で、僕としてはやはり2017年に最初に行った、間違えたタイムズスクエアから始まったけども、その思い出と、轟さんと出会ったこと、僕は幸いにしていろんなことができる立場になったから、いろいろ挑戦したかったんだけども、挑戦したおかげで自分は人脈ができて、今は轟さんいないけれども、自分でもできるようになったのよ。そしたら、コロナも終わったし、もう一回そういうことしたいよなと思って、この間ね、2月の。3日から行ってきた時に、また、アキ君と会った話をしたら、ハルさんまたやりましょうよ。また映画撮りましょうよ。今ちょうど戦争ですよ。ハルさんたちみたいに、沖縄の人は戦わないじゃないですか、攻められても。非戦じゃないですか。その非戦っていう映画を撮って、今、ヨーロッパやアメリカで起きてる紛争の人たちにメッセージ出しましょうよ。戦いやめようって言いましょうよ。そして、賞取りましょうって話になったの。で、私ね、いつも Facebook 見てますよ。娘さんも美人じゃないですか。綺麗になったじゃないですか。翔子さん、活発じゃないですか。私全部知ってますよ。活発じゃないですか。みんなでやりましょうっていう話になって、たまたま、じゃあ会おうって会った時に、いや、たまたまなんだけど、今日本で一番のカメラマンと一緒にいるんですよ。すごいご縁ですね。女性なんだけど、彼女も会いたいって言ってるんだけど、で会いに行った。話をしたら、彼女の方から、あなたマイノリティでしょ？沖縄でしょ？戦争経験してるでしょ？
今世の中戦争してるでしょ。メッセージ出しましょう。そしてみんなに非戦を訴えましょうってまたこの話が始まる。あ、そうなんだ。わかりましたってことで組み上げました。で、今後ね、実は、また今月、来月含めてずっと2018年のやり直しをします。じゃあ月に1回はニューヨークだ。あ、月にもう 2回ぐらい行くかもしれない。ずっと言ってましたよね、2018年とお二人。2018年もう10回ぐらい、20回ぐらい行ってます。なんか毎月行って、まあお母さんはそこそこいたけど。僕は月に2、3回行ってる時もあった。ずっといるイメージでしたもん、2018年。いや、あなた本気でやろうと思ってたから。本気で映画を撮って、本気でメッセージを出そうと思ってたからね。でも今回もそういうことが起きます。で、前のメンバー、浩平君、全米また浩平君も、今、各、州のね、オーガナイザーと話をして、ユイガールがね、出てって、歌を歌ってっていうことを全部話をつけて、今、契約も取っているし、映画の方も進んでいるしね。私たちね、ニューヨーク映画祭含めてヨーロッパもそうですけど、そういうところにチャレンジしようと思ってます。で、もちろん今まで通り、YouTube もね、こういう形でいろいろな、時事の話とかね、もちろん霊能の話も今年もどんどん増やしていくし、災害もありますから、そういうことに対するね、メッセージも出していきますが、同時に世界に出ていって、沖縄の私たちが活躍していくっていうのもリアルタイムに移していけたらなと思ってるんですよ。というのは、こんな時代なんで、僕らみたいな家族でも今ゼロからね、まあゼロっていうかちょっと前にあれはありますけども、ほぼゼロですよ。大きい、轟さんもいませんので、そのゼロを私たち3人がやる姿を今後皆さんにも配信していきますから、ぜひ皆さん私たちを見て、自分たちでもできるかも、自分たちでもやれるかもって気持ちになってほしいんですよね。というのは、沖縄であり、マイノリティである私たちが戦争を訴える映画を作るって言いましたが、沖縄130万人いるんで、130万人の人が実はチャンスあるんですよ。でもそれを、今、誰もイメージしないし、考えないからできない。で、僕はなんでできるかっていうと、そういうイメージができるし、考えきれるからできる。そして前向きに進んでいく強いエネルギーと、このチーム力があるからできるわけですよね。で、そのエネルギーに施されて、アメリカの人たちも、あ、私も参加したい。あ、その話面白い。夢がある。やりたいっていうふうに集まってくるから、大きいチームになるんですよ。僕はこの YouTube とか動画って今そういう力があると思っていて、動画を通しても、あ、私も参加したい。どうしたら参加できますかっていう方もいると思うんですね。ただ今回は、この私たちのいわゆるパフォーマンスとか映画には参加、直接はこの映像の中にはできないかもしれません。でも、目で追っかけるだけでも参加になるし。そうだね。ね。で、もしかしたら、僕らが今後、ニューヨークの中でもライブします。大きいフェスもやりますし、単独コンサートも実はやるんですよ。道をまたがり切ってやります。そういうのも含めて、もしかすると、まあ僕らは旅行者じゃないからツアーは組めませんが、向こうでこういうパフォーマンスをしますよっていうね、宣伝をして、皆さんが直接そこに来てね、みんなでオフ会みたいな、こういう春チャンネルオフ会みたいな。楽しそうだね。やばいね。でも行きたい人いると思いますよ。ワールドワイドでね。ただ、ニューヨークに行って旅行してもニューヨーク何も得られないんですよ。そうだね。ニューヨークって人に会いに行く場所なんです。夢に会いに行く場所なんです。そこに自分と会いに行く場所なんで、ぜひそういう場所にね、私たちが先に行きますから、頑張ります。で、私たちがやってる姿をぜひ追っかけてきてほしいんです。で、安いチケット買ってくれば、2、30万で行けます。ちょっとお金のある人は、100万ぐらい出したらいけます。今高いんでね。高いだよね。でもね、夢の値段ですよ、皆さん。別に僕らがやることを真似する必要ないんですよ。それは洋服でもいいんですよ。自分の売りたい商品でもいいんですよ。アメリカって日本と違って既得権がとても高いところにあるんですよ。高いところって何かっていうと、100万ドルとか1000万ドルのところは私たちは入り込めません。だけど、100万、200万、1000万、1億ぐらいのお金を稼ぐのは、ものすごくゆるゆるです。誰がやっても受け入れてくれるの。これがまさに自由の国なんですよ。これより先に例えば、100億儲けます、1000億儲けますっていうのは、間違いなく日本以上に既得権ありますよ。ユダヤの人もいるし、いろんな人がいますから。でも、その下のライン、日本でいわゆる日本で邪魔される既得権の場所は、アメリカはないです。だからいろんな国が入ってくるし、いろんな民族がいて成功するんですよ。そういうところを僕らは今回見せたいし、ああ、私のこの素晴らしい商品、日本では無理だよね。アメリカでやってください。
私たちお茶作って、マンハッタン内の140店舗の日系レストラン全部足で回りましたよ。足で回って80店舗に契約取りましたよ。で、80店舗から問屋さんに電話させて、一番輸入をするときの難しい問屋さんをお店の人に説得してもらって入れてもらったんですよ。そういうこともできる夢の場所なんで、今後私たちは、まあ、いわゆるこういういろんな情報発信もしますが、この一年やっぱり自分たちが率先して夢に向かっていくっていう姿を皆さんに見せながら、皆さんの夢も同じように考えられるような、そういう番組にしたいんですよね。素敵だね。だって、あやねさんとかも考え方がすでに違うから、生まれが違うから、僕半分僕ですから。半分翔子さんですから。言うことが違うんですよ。だって、今回じゃあ映像撮るよ。あやねさん一番最初の冒頭に出るからね。私の生まれた沖縄、私はもう沖縄の人間だけども、でも沖縄の感じはないけど、父はこういう人生でしたから始まるかもしれないでしょ、ドキュメンタリー。その映った瞬間の顔をイメージして、本人は、そうか、もうアメリカで私は活躍するんだって顔になってましたもんね。あ、やっぱり行くんだ、始まるんだ、みたいな。やっぱり行くんだ、みたいなね。まあまあ、そのね、お父さんがもうニューヨークに行くよっていう前から、やっぱ何か始まるよって話をしてたんで。ずっとね、そうだよね。だって揺るがないもんね。揺るがないもん。だって自分もそこにじゃあ行くんだなとか。あ、はい。仕事するんだなとか。翔子さんもね、そうなんだなって。ついていきます。はい。それを空にパッと今家の中に嘘も忖度もないし、いや、お父さん行くのは私も始まるでしょって。そうだね。人が見たら乗っかってる話なんだけど、でも乗っかるのが半分私ですから。はい。そもそもが。っていう感覚ですよ。だから僕はこういう考え方の大きい人ってのは、まあ日本では事故を起こしますよ。考え方が大きいから、その行く場所も買うものも大きいから、一般の人では難しいですよ。でも、これぐらいのサイズがないと世界では成功しないし、今の若い人たちって自分たちでコンプレッションしなくても、ある程度、やはり、まだ若いうちは諦めてない人多いと思うね。だから、あやなさんの真似して、成功してほしいよね。ねえ。そうですね。本当。ぜひね、そういう動画を撮っていきます。今日はそんないろんなね、そういう皆さんがびっくりするような話はなかったですが、これね、そういう予告動画です。私たちが今後こういうことやっていきますよっていうことをね、ぜひ皆さんに分かっていただきたいし、リアルタイムでその都度撮っていきます。今までずっとこれ屋内で撮ってますけども、場合によってはニューヨークでも撮ります。で、そういうのも含めたものを皆さんと共有していきながら、夢に向かってって夢を掴む瞬間まで僕は撮りますから、一緒に皆さんも夢見ましょう。でそういう年にしましょうよ。素敵ですね。だって嫌じゃん、この時代ね。隕石が来るとか、7月5日に何が起きるとか、もうそんな話ばっかりですよ。本当そうです。関係ないから。希望がないね。希望がない。起きるとか起きないとか、いつも聞かれますけど、僕に言わせれば、起きるかもしれませんよ。次元上げれば。ね。ステージ変えよう。下のステージで起きてますよ、戦争は。災害は。でもこのステージはありませんから。そういうふうに上がっていくことが一番の僕は幸せだと思ってるし、この今までずっともう200本近い動画撮りましたけども、その中で私たちが言ってるいろいろなことのアドバイスで、これ僕の最終的な結論ですよ。そういうところの対策を考えるよりはステージ上げればいいです。上げれば同じような感じで世の中で起きてても、ステージが上がってる人たちは何も起きないです。そこに巻き込まれないわけだからね。巻き込まれない。本当にね。ぜひ私たち家族と一緒にステージ上げませんか？はい。そのために具体的に私たちがステージを上げる動きを見せますので、真似してください。ぜひニューヨーク来てみんな。ね、一緒にね、回ろうよ。アイオワすごいんだよ。めちゃくちゃ暑いの。暑いんだけど、遠く1キロまでずっとクーラーできるね。もうビルからビルに全部室内移動っていうか。室内移動できるの。暑いところだから。そのアイオワのそういう場所っていうのはデモインって言うんだけど、いわゆる大統領選ではすごく大事なところ。白人層がすごい多いのね。で、白人層が多いと、僕らみたいな東洋人ってすごく言われるかなと思ったの。一人もいないから。全然。みんな優しかった。だから全然アメリカのイメージ変わっちゃったよね。ニュージャージーではアジアンフェスに出たのよ。もうレッドカーペット引いてあって、俺のためかなって勘違いするぐらい。そしたら映画の人が来てました、インドの。ああ、女優さん。で、お客さん全部インド人だった。はい。
もう俺英語の勉強していったのに、ステージ立った瞬間に、ナマステって書いました。そう、最初、舞台袖で、絶対ナマステって言って上がった方がいい。いや、俺は魂は売らんとか言ってたけど、上がった瞬間、ナマステって言ってました。いや、だってインド人がずっとみんな見てるから。100倍だ。俺は魂売らないぜ。俺は売らないぜ。とか言ってたのに。その瞬間ヘロも売ってたから、その売ってたから俺ヘロって言うて。上がった瞬間、インド人がみんなこうやって見てからナマステ。でも下にいるインド人もちゃんとナマステってやってくれて、でこうやって踊るんだよって言ったら、ちゃんとみんなこうやってやってくれて。意外となんか乗ってくれるみたいな。ただ、すごい有名な女優さんだよね、あれ。俺たち知らないけど。SP5 人いたから。いや、俺が上がろうとしたら、お前関係ねえだろって言われて、違うの、俺は呼ばれたんだと。お前関係ない、お前有名じゃないやろって言って。喧嘩したでゴンゴン喧嘩しながら、俺は出るとか言って出たんだよ。出てあげくなメストっていう。これだけでした。まあこういう楽しいエピソードも含めてね、今後、入れていきます。で、早速また行くんでね、私たち、今度3人で行きます。前回僕だけで行ったんですけども、今回からは、あやねさんも、しょうこさんも映画に出るので、その映画のための準備で行きます。だからそういうのも向こうで僕らの方で回して、その映像をまたこのね、私たちの撮った映像に重ねたりとかしながらね、できたらいいなと思ってますので、ぜひ皆さん、応援してください。よろしくお願いします。そして皆さんの夢を一緒にね、叶えていけるような、そんな私たちになりますので、よろしくお願いします。